お疲れ様です。鹿児島県の瀬戸内町議会議員の安山雄一です。皆様、2024年に行われました東京都知事選挙の記憶、どのぐらい残ってますかね。そんな中、秋高田市長でありました石丸伸二さんも、この東京都知事選挙に崖から飛び降りる覚悟で挑戦したわけなんですけれども、そんな挑戦の中で、東京一極集中に関しての話題を取り上げられていたのを皆様記憶に残ってますかね。その一件が令和7年に入っても全国知事会、そして国の方で前に進めていこうと動きがあるのをご存知でしょうか。今日はその全貌を皆様に共有させていただき、現在小池都政がどのような状況になっているんだろうかというようなことをお話しさせていただこうと思います。やはり、この2024年の都知事選挙で石丸伸二さんが訴えていた、この東京一極集中に関してのテーマというものは、非常に今もなお皆様が課題意識を持っているんだなというようなことを改めて感じたところでしたので、ぜひ最後まで動画ご視聴の方お願いいたします。こちら、いいねボタンお忘れなくよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もポチッとよろしくお願いいたします。ではまずこちらの記事を見ていただきたいと思います。皆さん覚えてますよね。こちら、石丸伸二さんの X の投稿です。東京都知事選に出ることにしましたと。東京を変えて日本を変えてみたいと思います。一極集中から多極分散へ。これしか東京と地方が発展する道はないと考えていますということで、もうこの時から道という言葉を使ってたんですよね。はい。ね、今、再生の道もね、2025年に入ってから立ち上げられました。そして、まあ、その内容の中でこのような写真も投稿されておりましたよね。人生くらいならかけてやる。変われるし変えられるということで、私自身も非常にこの言葉、今もなお胸に刻まれているところです。熱くなりますよね。はい。で、そんな石丸さんが都知事選挙に立候補したお話からですね、まあ1年以上が経ったんですけれども、こちらの記事ですね、見ていただきたいと思います。都の税収をさらに地方へ再分配。小池都知事が怒りの反論、地方分権に逆行する極めて不合理なもの、東京を狙い撃ち、成長戦略とは言えないということで、12月5日夕方の記事となります。こちらの内容、後ほどこの記者会見のやり取りを全文ですね、皆様にご紹介させていただきたいと思います。まあ、このようにですね、小池都知事に対して、まあ、かなり小池さんも牽制する、回答されるわけなんですけれども、で、実際にまあその内容につながる話がこちらの記事になります。12月4日付の記事になりますが、税収格差、国の是正方針に小池百合子知事が反論。はっきり言って、点々点ということですね。こちらの方は、東京都の他の都道府県の税収格差に対応するため、政府与党が都に入る税収の一部を地方に振り分ける案を検討していることに対し、都側が反発を強めているということで、まあ、小池都知事からは、偏在はどこにあるのかということでの反論をされていたということです。こちらの記事も後ほどですね、詳細を皆様に共有させていただきたいと思います。その前に先ほどの12月5日の記者会見に関しての話題を皆様にご提供させていただきたいと思います。こちらがですね、記者の時事通信社さんの方からの質問です。東京都に偏在しているとされる税収を他の自治体へ再分配する仕組みを強化する方針が報じられています。この動きに対する東京都の見解を改めてお聞かせください。また、報道では都民個人が納めている固定資産税も検討対象にされているとなっているが、この点についてのご見解もお聞かせくださいということでの、まあ、話でした。これ、一発目のですね、もう質疑になってましたので、まあ、回答の方も用意されていたんでしょうね。このような回答をされております。まあ、このように、ご質問のありました法人の2税、それから固定資産税についてですが、いずれについても都の税収を収奪する、いわゆる偏在是正措置の強化だと報じられていますということで、極めて不合理なものだと考えていますと
いうことで、地方分権に逆行するということを謳われております。東京都としては、毎年ですね、1.5兆円もの財源が国に吸い上げられているという現状もお伝えした上で、本来であれば都民のために使われるべき税収ですということで、東京都知事としてのお立場のお話をされております。で、この固定資産税という言葉も上がってますが、ということで、実際に、行政サービスの対価として都民の皆様にご負担していただいているものなので、市町村税ですということで、固定資産税というくらいですから、東京に存在する資産に対して課される税ですので、それを東京だけを狙い撃ちするかのように収奪し、他自治体へ一方的に分配するのは地方税制や地方自治の根幹を否定するものですということで、かなりですね、国に対して牽制をするお言葉を答えておりました。で、ここで、こちらの赤字にしているところ、一つポイントなんですけれども、東京都の一般財源額ですね。こちらを見ても人口一人当たり東京都は全国平均22万9000円に対し23万8000円とほぼ同水準です。偏在というならどこに偏在があるのかと申し上げたいということで、こちらの数字を言ってるんですけれども、これがまた、この小池都政のうまく見せるところの技だなというふうに思いますが、こちらの方、後ほど先ほどの記事も踏まえてご紹介させていただきますが、これひっくり返りますよ。はい。で、その部分の内容も踏まえながら、小池都政としては、これだけのですね、政策をしてきたというようなことなどを話をしております。で、ここの部分、東京を狙い撃ちにして限られたパイを奪い合う。これでは成長戦略とは言えません。成長する地域をさらに伸ばす施策こそが、本来の成長戦略です。パイの奪い合いを続けている限り成長はありません。我が国の未来のために地方交付税制度の根本的な見直しが必要だと考えますということですね。はい。皆さんこの記事を見てどのように感じましたでしょうか？はい。で、それでですね、先ほどの、記事の方に戻りたいと思います。はい、そもそもこの偏在ではないよねというような見解を述べられているわけなんですけれども、朝日新聞がひっくり返すかのように、うまくですね、まとめてくださっておりました。こちらですね、総務省は、都が独自施策に充てられるお金は、住民一人当たり28.1万円で、他の道府県の平均7.8万円と比べて約3.6倍になると主張ということです。それに対し、先ほどの記者会見で述べてました。地方交付税などを含めた住民一人当たりの一般財源額、こちら2023年度決算で見ると、都側が23.8万円、全国平均が22.9万円になるとし、全国平均とほぼ変わらないと主張しているということなんですけれども、これがミソなんですね。はい。これは、小池都知事が言っていることは、これはこれで、その通りの見解なんですけれども、そもそも東京都の自主財源というものが全国の都道府県と比較すると、もうこれはズバ抜けて違うわけです。東京都が圧倒的に多いわけですね。なので、その部分を先ほど1.5兆円国に奪われているという表現ありましたけれども、その分が、東京都が自主財源ずば抜けて多いので、そういった税制上の部分も踏まえながら、こちらが国の方で一回集められて、で、そして、地方の方に割り振られていくというような現在運営になっているわけですね。それでも、今もなおこれだけのですね、金額、東京都のこの独自施策に当てられるお金というような視点で、計算すると3.6倍ほどになるというような総務省の見解があるということですので、こういったところが今後表に出てくると、東京都側もですね、なかなか厳しいんじゃないのかなというふうに感じたところでした。で、そうした中ですね、やはり石丸伸二さんが当時ね、ここでも訴えられておりましたが、改めてになります。こちら、東京を変えて日本を変えてみたいと思うという中で、一極集中から多極分散へと
いうことで、東京と地方が発展する道はこれしかないということを、まあ言われていたわけですけれども、そんな中、どういった今情勢になっているんだろうかという話に移りたいと思います。全国知事会という会がありまして、まあこちら全国の都道府県の知事たちがですね、参画されているんですけれども、その中で令和8年度国の施策並びに予算に関する提案要望という資料が公開されております。その中に、まあいろいろあるんですけれども、その前にですね、地方創生2.0基本構想というものが令和7年6月13日に閣議決定された資料が公開されております。こちらの資料に関しましては、石破政権の時の、ね、構想になるわけなんですけれども、それをまあ踏襲して、こちらの知事会の中でも、話の話題が出てまいります。で、その中でも、結局のところですね、例えば東京一極集中と検索するとですね、いくつかのキーワードにヒットするわけなんですけれども、まあ、このように、やはりですね、もう書いてあります。ここに、まあ、若者や女性に選ばれる地方となるための社会変革や意識改革や付加価値創出型の新しい地方経済の創生、東京一極集中の是正に向けた人や企業の地方分散に取り込むことなどが政策の柱に位置づけられたということでのこの地方創生2.0基本構想というものを踏襲して、このような見解が述べられているわけです。その他でもこの東京一極集中に関して、こちらですね、このように、日本創造本部による評価検証結果というものの中で課題という中で、このように東京一極集中のね、言葉も出てきております。まあ、様々なところにですね、この東京一極集中に関しての話題が取り上げられているわけなんですね。そういうような中では、まあ、小池都政としてみれば全国ね、47都道府県の中で、東京都のみがこのような形で、まあ、自分たちの税収がさらに国に引き上げられてしまうというような状況はやはり避けたいというような思いの方で、まあ、先ほどの、まあ、こちらの件ですよね。まあ、このような形で、まあ、国の方を警戒するようなお言葉を、まあ、記者会見で述べられていたというような運びになるのかなと感じるところです。まあ、そうした中ですね、まあ、こういった形で、与党のまあ税制調査会というようなものも今後行われていくわけなんですけれども、その中で今後様々なこの一見も通しながらですね、今後どういう形でこの東京都の税制どうなっていくんだろうかというような話がまあ前に進んでいくのかどうなのかというところ、要注目というような状況になります。そして、まあ、このようにですね、様々な話題がある中で、こちら一つご紹介です。地域未来戦略本部というものが12月4日に開催されました。その中にですね、まあ、このように、地域未来戦略本部が設置されたわけなんですけれども、このようにですね、まあ、様々取り組む内容などもご紹介されております。こちら地域未来戦略というような形で、高市政権になってからですね、この部分に関しても今後、具体的に皆様の方に、公開お示しがされる日が僕自身も楽しみだなと思っているところです。そうなった際にやはりね、さらに地方を強く豊かにしていくためには、今後、やはり財政的な部分での財源というものを確保しなければいけない中で、先ほど話の方でもありました。全国知事会の方ではこの東京一極集中というものをですね、是正するための政策というものも国の方に要望しているということですので、まあ、全国知事会の総意ということになりますので、その中に東京都も参画しているというようなことは、これは忘れてはいけないというようなところではないでしょうかという中で、まあ、今後、先ほどお見せした記者会見の話もですね、皆様に改めて、ね、見ていただきたいと思いますが、このように、まあ、小池、都知事がですね、記者会見において、はい、まあ、偏在というならどこに偏在があるのかというようなことだったりですね。はい。こちらのように、まあね、東京だけを狙い撃ちにするかのように収奪し、他自治体へ一方的に分配するのは地方税制や地方自治の根幹を否定するものですというふうに、ね、言い切ったりとかですね、されておりますので、まあそういった中でやはり東京都のお立場、そして、全国知事会のお立場、そして皆様がお住まいの全国の地方
方自治体ごとでのお立場の見方というようなものも、それぞれ異なってくるのかなと思いますので、今後、この部分に関しては要注目だなというところ、皆様にもぜひね、記憶に留めていただきたいなと思って本日ご紹介させていただきました。というようなことで、やはり、2024年、石丸伸二さんが都知事選挙に挑戦をされた際に言われていた東京一極集中というこのフレーズ、今もなお令和7年に入って、そして令和8年には実際にさらに前に進めていこうという動きが、本当にこれ、進んでいるわけなんですよ。というようなことで、石丸さんがやはり残してくださった話、話題というようなものは、現在もなお、このようにですね、皆様がね、いろいろなご尽力の中で、いろいろね、知恵を出し合って、で、そして、高市政権が意思決定をしていこう。そして国会でどのように、判断されるのかというようなところに、なってくるわけなんですけれども、令和8年度も今後、引き続きですね、石丸さんが歌われていた、この一件がどのように着地するんだろうかというところも、ぜひ皆様引き続きチェックしてもらえたら良いのではないのかなと思いました。やはり地方創生2.0、今後どのようになっていくのかというところにおいては、各、市町村の、議員、そして都道府県の議員の方々、首長の方々においても、やはりこれはぜひ一回はお目通しいただいて、このような構想があるんだなというようなことは頭に入れた中でですね、議会活動などに取り組まれると、より良い議論ができるんではないのかなと思うところですので、そのあたりぜひ皆様の方も、身も近い方ですね、議員の方、政治家の方でいらっしゃれば、こんなものあるけどもう見たというようなことで声かけなどもされてみてはいかがでしょうかということで、本日は終わりたいと思います。皆様こちら動画いいねボタンをお忘れなくよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もぜひポチッとよろしくお願いいたします。12月に入りまして本当に奄美もだんだん寒くなってまいりました。皆様も引き続き体調管理の方にはお気をつけいただけたらと思います。ではまた皆様次回お会いいたしましょう。失礼いたします。ありがとうございます。